はい、こんにちは、踊る夏子です。今日はね、ちょっとリズムの話をしようかなと思っています。はい、なんか全然関係ないんですけど、このトマト、ちゃんと赤くなってますけど、ずっとね、日陰にいたんです。周りの草がね、茂っちゃって。なのにちゃんと赤くなっててなんでだろうなと思って。少し甘みはね、足りない感じ。で、私お庭をね、なんとなく畑っぽくしてるんですけれども、完全にこう不耕起栽培っていうんですか、ちゃんと畝を盛り上げないで、基本的には生ゴミを捨てて埋めてる、生ゴミを埋めて、そこからいろいろ植物が出てくる。でもトマトやキュウリは生ゴミから出てこないので、苗を買って植えてるんですけど、なかなかね、その生ゴミから出てきた芽には負けちゃうんですよね。でもこのトマトはちゃんと育ってて、私がしてることは、こう周りの雑草がこう太陽や風の動きを遮ってるなと思った時に、ちょっとそこを整理して風が通るようにしてるだけなんですけど、まあ日向がね、ちゃんと得られないと真っ赤にはなんないから、なるべくお日様が当たるようにと思って、います。はい。今日はね、そのリズムの話をしようと思ってるんですけれども、このまだ新しい靴が硬いので、毎日履いてるんですけれども、まだまだ硬いので、こうちょっとマッサージしながら、靴をマッサージするって変ですけれども、このやっぱり手の温かさで柔らかくして、私1年ぐらいね、本番にこの靴を履かないんですが、やっぱりね、新しい靴っていうのはカポカポしていて、足にまだ吸い付かないので、きっちり自分の音が出せないんですね。自分の望む音が出せないんです。だからなるべく早く私の足みたいになるようにってはい、こうやって触りながらお話します。はい、それではね、リズムの話に行きたいと思います。私はタップを始めてから音楽的なリズムの勉強をしました。市川宇一郎さんという方のリズムの本がありまして、リズムの基礎は本で勉強したんですね。で、アップビートとかバックビートとか、なんかその表紙とか、本当にゼロからその本で勉強しました。で、本で読んでも、リズム譜は読めましたので、リズム譜通りにタップで踏んでみるってことをずっとしていたんですね。その本を読み進めるときに。で、そうやってリズムの勉強をしたんですけれども、そういう、それは音楽的なリズムの本なんですけれども、その中に英語はバックビートなんだと書いてありまして、Hello みたいな、後ろから始まってる Hello は1、2、3、4、1っていう感じに元々の言葉がなってる。だからシャッフルビートにしろ何にせよ、アップビートからこう始まる、ダウンビートからドンって始まるのはこうとても日本的なリズムなんだなってことをその本を読んでいて思ったわけですね。で、やはり私もそのタップを始めたごく初期にアメリカに2ヶ月ぐらいね行ける機会があったんですけれども、その時に思ったのは、言語とか街の音がタップなんだ。そういうことは映画の中でもね、グレゴリーが言ってましたし、
言葉では知ってましたけど、本当に実感したんですね。街の音が全然違うし、聞こえてくる言語が違うから、リズム感が全然違うんですね。日本の里山があって、音がこう吸収されていくような田んぼがあって、土壁で木の家でみたいな、そういう昔ながらの日本の私の大好きなそういう文化の中のリズムと違うんですよ。人種も本当にいろいろで、いろいろな言語が聞こえてくるしっていうのをこう思った時に、タップダンスで何を表現するべきなんだろうかということを思いました。で、よくタップダンサーのマスターの方々が言うのがトーク。お話ししなさい。これはおしゃべりなんだから喋ってっていうことをワークショップを受けた時なんかに言ってらしたんですね。で、話すっていうことを考えたら、やっぱり私は日本語が第一母国語っていうか他にできないんですけど、なので、やっぱり私は日本語のリズムで話すべきなんじゃないかっていうふうに思いました。で、タップダンス始めて、やっぱり初めの頃は西洋のリズムの勉強を一生懸命しましたし、アップビートで踏み始めるっていうこととか一生懸命ねこうやっていったんですけれども、でその当時だとヒップホップがねこう流行ってた頃だったので、ヒップホップの音楽でタップを踏むにはどうしたらいいかとか、タップダンスはジャズダンスとともに発展したので、ステップがどちらかというとジャズベースなんですよね。もう本当にジャズだったらぴったりくるけれども、その曲をロックとかポップスにはそのまま当てはめられない、習ったステップをそのままでは当てはめられないなっていうことも考えていたので、自分で好きな曲、地味編とか聞いて地味編のギターのフレーズをタップで真似してみるみたいなことを一人でなんかやってましたね。で、そうやって音楽的なリズムとは一体どういうものか、またその音楽の中におけるリズムとメロディーの境目はどのあたりにあるのかとか、ベースとかはリズムじゃないですか。でもメロディーラインもあるし、なんかそういうことを考えながら、タップはどこに存在すればいいんだろうかっていうことで結構迷ってたんです。で、ちょっと時間が経って、タップダンサーの初期の方々がもともとはアフリカから奴隷として連れてこられて、自分たちの通信ツール、コミュニケーションツールだった太鼓をね奪われちゃったところで、足音でリズムを奏でて、今日の機嫌はどうだいっていう風にコミュニケーションを取ったっていう話をタップのルーツとしてね、もちろん知ってたんですけど、そのことを一生懸命考えてみたときに、これは非言語の、その時には非言語コミュニケーションというね言葉を私は知らなかったけれども、これはおしゃべりだとしたら、私がしゃべるべきはやっぱり日本語なんだろうな、英語そんなにしゃべれないしなっていうことをなんか思ったんですよ。で、ある程度音楽的なリズムとはこういうものみたいなことを散々探求した後で、じゃあ言葉としてタップダンスを踏むっていうのはどういうことなんだろうって思ったんですね。で、まず日本語のリズムに注目してみたんですよ。日本語っていうのはとても平らかなリズムを持ってるなと私は思うんです。これは標準語の場合です。大阪弁とかはちょっと違います。なんやねんとかすごくイントネーションがあるし、なんか言ったら帰ってくるコール&レスポンスが文化としてしっかり根付いてるので、大阪の子供たちとワークショップした時めっちゃ楽しかったんですけど、なんかタカタン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 って言ったら絶対帰ってくるんですよ。なんでもいいから。タカタンタンタンダダンダダンとか。これはもう文化の違いだなってすごく思ったんですけれども、関東だとそういう風にやってって言わなければシーンってなるんですね。
っていうのもありますし、イントネーションが関西の方がちょっとこうアップダウンがあって違うなと思うんですけれども、日本語の標準語は割と平らかな言葉です。今私が喋ってるような言葉がそうですけど、でその平らな言葉の中に、変拍子的なリズムがある5とか7とかで切れ目が来るような言葉がたくさんあって面白いなと。それでですね、ジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、ジュゲムだったりウイロウリ、拙者親方と申すわっていう、そういう日本語の古典的ななんていうか、落語ですね。落語にあるような文句をタップダンスに落としてみるみたいなことを始めたんですね。そしたらそれはすごいこうちょっと面白いし、聞いてる人にも気持ちがいいというか、日本の人には分かりやすいし、外国でやるとこれは一体なんだって感じで見てもらえる。そんな風にリズムのいろいろな面を考えていたんです。で、そもそもリズムとは何かっていうと、音楽的なことじゃなくてですね、リズムって一般的な人が言った場合には、波のリズムもそうですし、まず心臓の鼓動ですよね。ドクン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 みたいな、とにかく繰り返し継続する、その何か形のことをリズムって言ってるんじゃないかなと思うんですよ。繰り返されていて、しかもそれがある一定の法則を持っていて、で時間とともにこう継続していく。リズムってそういうことだと思うんですね。でそういうことをリズムっていう言葉からは考えてたんです。なので私が日本語のリズムで何かを語った場合にも、外国の方からは違う風に聞こえて、違うリズムとして捉えられていくということが実際にあったんですけれども、私がドイツ国際平和村を訪れた時に、タップのアカペラでもう本当にシンプルなタカツク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 タンツク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 みたいなアカペラで踏んでいた時に、突然ね、アンゴラの子供たちが、そのある一角にいたアンゴラの子供たちがラタタタタタなんとかララララララって歌い出したんですよ、全員で。ですごくびっくりして、後で聞いたら自分たちのふるさとの遊び歌にもうそっくりなリズムだったって言われた。でそのことを聞いた時にそれぞれ違うと思って自分の言葉として踏んでても、他の人から聞いたら他の自分たちの思い出深いものに聞こえたりするんだなっていうことがありまして、それ以来私は悪びれずにというのも変ですけど、アメリカっぽいフレーズをする必要はないんじゃないかってすごく思ったんですよ。もちろんいろいろマスターたちがね、日本に来日した時にはワークショップを受けに行って、自分がやってることが間違ってないかなとか、マスターたちの伝えたいことはどういうことなんだろうなとか、ワークショップ受けに行ってましたけれども、ただ私がやることは日本語のタップでいいなって思ったんですね。日本語で話すタップで、そのことが今足音でつながるプロジェクトという NPO ではね、知的障害のある人たちとのコミュニケーションツールとしてタップダンスを使ってるんですけれども、明らかにちゃんと会話することができるわけです、足音で。このことは意外と普通にタップダンスのレッスンに通っていても身につけられないことだったり
するんじゃないかななんて思うんですけれども、ステップをこう正しく踏むとかそういう練習はしてませんから、でもちょっとずつしてるんですよ。基礎的なことは、表現の基礎的なことをお伝えしてるんですけれども、一番大事にしてるのが自分が何を言おうとしてるかっていうことなので、はい。というのが私の考えるリズムです。で、今日本とか外国とかっていうふうに大雑把に分けましたけれども、リズムって本当に個々人で違うと思うんですよ。のんびりしてる人もいるし、せかせかしてる人もいるし、歩く速さもみんないろいろだし、人に合わせる人もいれば、人に合わせるのがこう苦痛な人もいる。みんなでやるのが楽しい人もいれば、一人でやりたい人もいるみたいな、なんかそういう人それぞれが持ってるリズムみたいなことをいつも大事にできたらいいなってなんとなく思ってます。で、それは多分私がこれが私のリズムだって自由になるためには周りの人にもそうしててほしいなっていうだけのことなんですけどね。はい。ということでね、今日はちょっとかなり独り言的なあれになりましたけれども、リズムの話でした。はい。ということでまたお会いしましょう。またね。